英語学習の時間がやってまいりました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。時事ニュースで英語学習ということで、今回は NHK ワールドニュースを使いながら、英語力と英語を学びながら情報力、どんどん上げていきたいと思います。トランプ氏に500億円超えの支払い命令ということで、もしかすると次のアメリカ大統領になるトランプ氏、いろいろと問題を抱えているというニュースですね。これを使いながら英語力と英語を学びながら情報力を上げていきたいと思います。まず、英語字幕ありでこの NHK ワールドニュースを確認して、ニュースの概要を捉えていきましょう。次に、NHK ワールドキャスターの上手な英語を参考に、ポイント音読をしながらしっかりと難しい単語表現、そしてニュースの詳細見ていきたいと思います。次に、字幕なしで NHK ワールドニュースもう一度確認して、英語のリスニングだけでしっかりと内容を理解できるのか、聞き取りできるのか、2番目で学習した単語表現、しっかりと覚えているのかチェックしていきましょう。ここまでは英語を学びながら NHK ワールドニュースからしっかりとどんなことが報じられているのか情報力もアップしますけれども、次は4番目。そのインプットした情報を自分の言葉、英語をスピーチしながらしっかりと相手に伝えられるのか、日本人が一番苦手と言われている英語でのスピーチ練習、マイクロソフトの生成 AI を搭載したチャットを活用しながら練習していきたいと思います。どのように活用しているのかデモンストレーションもしますので、ぜひ動画最後までご覧いただいて一緒に英語力、情報力を上げていきましょう。研究家事チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思ったらぜひチャンネル登録、そして高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。それでは NHK ワールドニュースを使いながら英語力、情報力を上げていきましょう。Let's get it started! さあ、それでは左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿ありで見ていきましょう。原稿読まれているところにこのようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。原稿なくても聞き取れそうだという方は、原稿は無視して左側の NHK ワールドニュースだけしっかり集中して見ていきましょう。それでは、Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. A New York judge has ordered former U.S. President Donald Trump to pay nearly $355 million in a civil fraud verdict against the Trump Organization. It all comes out of Biden. It's a witch hunt against his political opponent, the likes of which our country has never seen before. Trump says he will appeal. The focus of Friday's ruling was on how much Trump and other defendants would be ordered to pay after it was found last September they had lied about the organization's net worth. In addition to the payment, the former president is barred from serving as an officer or director of any corporation in New York State for 3 years. New York Attorney General Letitia James filed the lawsuit accusing the business entity that Trump ran before taking office of fraud. She argued the organization made false financial statements for about 10 years to get favorable loan terms from lenders. Trump's side has consistently denied the allegations. Trump is facing more trials regarding 4 criminal cases in which he has been indicted while also campaigning for the presidential election in November. He is the front runner in the Republican Party nomination race. さあ、いかがだったでしょうか。字幕ありでニュース見てみましたけれども、しっかりと概要聞き取れましたでしょうか。次の、アメリカ大統領になるかもしれないトランプ大統領にですね、ミリオン100万ですから、3億5500万ドル支払うようにということで、判決が出たということですね。さあ、では次は先ほど聞いた NHK ワールドニュースの上手な NHK キャスターですね。NHK のキャスターの英語を思い出しながら難しい単語表現、そして日本語訳も参考にしながらどんなことが伝えられているのか情報力と英語力をアップしていきたいと思います。今画面に英語と日本語映っていますけれども、2つ使いながら見ていきたいと思います。まずこの部分ですね。最初の部分。ニューヨーク判事、トランプ大統領の会社、オーガナイゼーションに対する民事詐欺の判決で、なんとトランプ前大統領に対して3億5500万ドルの支払いを命じたということで、もう桁が違いすぎてですね、これドルですから、今の日本円にすると500億円以上支払えという判決が出たということですね。
さあでは、左側の英語を読みながらですね、音読をしながら、スピーキング力を上げながら見ていきたいと思います。A New York judge has ordered former U.S. President Donald Trump to pay nearly $355 million. ですね。$355 million US dollars in civil fraud verdict against the Trump organization. ということです。ここ難しい単語表現。おおよそ近くですね。3億5500万ドル近くを払うようにと、order、命令、判決を下したということです。なぜかというと、シビルフロードバーディクトですね。民事。シビルというのは民事ですね。そしてフロードというのは詐欺ですね。バーディクト、判決。民事、詐欺判決ということですね。では次見ていきましょう。この部分ですけれども、トランプ大統領、今回の判決について、すべてはバイデン大統領が仕組んだということですね。性的というのは政治的の敵に対する魔女狩り、ウィッチハントであって、我が国がこれまで経験したことのないようなものであるということで、自分は何も悪いことはしてないけれども、自分が大統領になるかもしれないから、今のバイデン大統領が仕組んだ罠だ、ウィッチハント、魔女狩りだと、トランプ大統領、元大統領は言ってるわけですね。では、ここを音読しながら見ていきましょう。It all comes out of Biden. すべてはバイデン大統領から come out。出てきたもの、仕組まれたものだということですね。It's witch hunt。witch hunt というのはですね、witch というのは魔女。hunt というのは狩るですから、witch hunt で魔女狩りですね。It's witch hunt against his political opponent。opponent というのはですね、敵、政的ですね、政治的な敵に対しての witch hunt。魔女狩りだということですね。The likes 何々のようなものだ。どんなものかというと、of which our country has never seen before。我々アメリカという国で never seen before かつてなかったようなことが今起こっているとトランプ氏は言っているということですね。さあでは次この部分見ていきましょう。トランプ氏ですけども、控訴をする認めないということですね。金曜日に出た判決の焦点、去年9月にトランプ氏と他の被告が組織の純資産について虚偽を述べていたと報じられた、判明した後、どの程度の支払いを命じられるかという点が、注目されていたということですけども、日本円で500億円以上、払いなさいという判決が出たということですね。ではここ音読しながらスピーキング力上げつつの内容を見ていきましょう。Trump says he will appeal. The focus of Friday's ruling was on how much Trump and other defendants would be ordered to pay after it was found last September they had lied about the organization's net worth. ということで、トランプ大統領の会社がですね、net worth、純利益、純資産についてですね、虚偽の報告をして、税金を払うのを逃れていたという裁判ですね。では単語を見ていきましょう。appeal というのはですね、控訴する、認めないというですね、控訴。appeal ですね。そして次の単語ですけれども、Trump and other defendants。defendants というのはですね、被告ですね。被告、defendants。他は難しい単語ないですけど、net worth というのは純資産ですね。net というのは純ということですよね。net worth 純資産。では次見ていきましょう。この部分ですね。支払いに加えて、元大統領トランプ氏、ニューヨーク州の企業の役員または取締役を3年間務めることから、できなくなっているということですね。してはいけないということになった。ニューヨーク州のレジシア・ジェームズ司法長官、トランプ元大統領が就任前に経営していた事業体をですね、詐欺の疑いで、告訴したということです。次の大統領になろうとしているトランプ氏ですけども、こういったですね、法廷事案をたくさん抱えているということで、そのままですね、もしかするとこんな状態で次のアメリカ大統領になるかもしれないということですね。それでは、ここ音読をしながらスピーキング力高めつつ、しっかりと単語表現、内容を見ていきましょう。
In addition to the payment, the former president is borrowed from serving as an officer or director of any corporation in New York State for 3 years. borrowed じゃないですね。borrowed ですね、これ。borrowed 禁止されるですね。borrow は借りるですから。borrowed。As New York Attorney General Rick James filed a lawsuit accusing business entities that Trump ran before taking office of fraud. ね。単語表現見ていきたいですけども、in addition to よく出てきますね。何々に加えてということで、in addition to the payment その500億、日本円で500億以上の支払いに加えて、前の大統領トランプ氏、bar from というのは禁止されるんですね。ここは be 動詞プラス bad from になって受け身になっています。禁止されているということで、serving as an officer or director of any corporation in New York State アメリカニューヨーク州で会社の役員、そしてダイレクターとしてサービング使えることを禁止された for 3 years、3年間ということですね。支払いだけではないということです。アメリカというのは United States of America。いろんな州が集まってできているアメリカですよね。United States ですから、それぞれの州によって決まりや法律が全然違うということですね。覚えておきましょう。そして、ニューヨークアトニー。アトニー・ジェネラルですね。アトニー・ジェネラルというのは司法、アトニー、司法長官ですね。file a lawsuit で、告訴するというですね。なぜかというと、accuse というのは非難するというですね。トランプ大統領の企業体、ビジネス体がですね、Trump ran before taking office of fraud 詐欺をしていたということを訴えて、今回の裁判になったということです。それでは次、この部分ですね、見ていきたいと思います。訴えた側ですけども、この組織というのはトランプ大統領の会社ですけども、貸してからですね、有利な融資条件を得るために約10年間にわたり虚偽の財務諸表を作成していたと主張していたということですね。トランプ氏側は疑惑を一貫して否定している。そんなことはしていないということで、裁判沙汰になっているということですね。では、ここを音読しながらしっかりと一緒にですね、スピーキング力を上げていきましょう。She argued the organization made false financial statements for about 10 years to get favorable loan terms from lenders. Trump's side has consistently denied the allegations. ということで、ここ単語表現、argue というのはですね、主張するというですね、argue。She argued。訴えた側はこう主張しているということで、false financial statements。虚偽の財務報告ですね。虚偽の財務諸表。false financial statements。覚えておきましょう。for 10 years、10年間にわたって、虚偽記載をしていたということで、訴えたということですね。なぜそんなことをしたかというと、favorable loan terms from lenders。lender っていうのは貸し手ですね。貸す方ですけども、貸し手、銀行なんかからですね、favorable loan terms。有利な貸付条件を得るために10年間財務諸表をですね、虚偽の財務諸表、内容で申請をしていたということで訴えられているということですね。しかし、Trump side has consistently denied the allegation。consistently というのは一貫してブレずにということですね。consistently。deny というのは過去形になっていますけども、否定する。allegations 疑惑ですね。トランプサイドはこの疑惑を一貫して consistently denied 否定しているということです。それでは最後、この部分ですね、見ていきましょう。トランプ大統領、共和党の指名争いの最有力候補、そして11月のアメリカ大統領選挙に向けて選挙活動を行っている一方で、なんと4件も訴えられているんですね。起訴された4件の刑事事件に関してさらなる裁判に直面しているということで、アメリカ11月に大統領選挙ありますけれども、共和党でおそらく大統領候補になるのはトランプさん。人気がすごく高いということでなるかもしれませんけれども、なんと4件の刑事事件、裁判に直面している。これだけではないということですね。こんな状況で大統領選、共和党から
大統領候補として選ばれてですね、民主党のバイデン大統領と一騎打ちの構図になるのかどうかということで、今2月、11月まではですね、あっという間に過ぎていくと思いますけど、今アメリカはこういう状況になっているということです。それではここをしっかりと音読しながらスピーキング力を高めてですね、しっかりと、情報力も上げていきましょう。Trump is facing more trials regarding 4 criminal cases in which he has been indicted while also campaigning for the presidential election in November. He is the front runner in the Republican Party nomination race. ということで、共和党の最有力候補はトランプ氏ですけれども、刑事事件、刑事裁判を4件抱えたままですね、大統領選に挑んでいる。しかし、トランプさんはこれはウィッチハントだと。政界の、政敵ですね。政敵というのは政界の敵、バイデンさんに仕組まれた罠だとこう言っているわけです。それでは、単語表現を見ていきましょう。face というのは直面するということですね。Trump is facing 直面している more trials これだけではなくてもっと裁判沙汰抱えていて 4 criminal cases 4つの刑事裁判というものに直面しているということですね。indict というのは起訴する。ここは受け身になって he has been indicted、起訴されているということですね。フロントランナーというのはトップを走っている。共和党の中では圧倒的に支持率が高いのがトランプ氏であるということですね。フロントランナーを覚えておきましょう。さあ、では、英語と日本語を使いながら、しっかりと単語表現をチェックしながらですね、英語を学びながら、今、アメリカの大統領選、そして共和党の最有力候補、トランプ氏、どんな状況にあるのかということをしっかり理解できたんではないでしょうか。情報力アップできたんではないでしょうか。トランプ大統領は Witch Hunt 魔女狩りだと言っている。さあ、何が真実で一体何が本当なのか、本当にわからない。世界中でわからないことがたくさんありますけれども、英語だけはしっかりわかるだろうということで、次はですね、字幕なしで NHK ワールドニュース見ていきましょう。2番目で学習した単語表現、そして和訳も使いながら確認したしっかり、内容ですね、詳細内容。英語の字幕なし、リスニングだけで聞き取れるのかどうか、今からチェックしていきましょう。Let's try to understand every details of this NHK World News about the situation of Mr. Trump without English subtitles. Let's try to understand every details only listening English. Let's try it. それでは字幕なしで見てみましょう。A New York judge has ordered former U.S. President Donald Trump to pay nearly $355 million in a civil fraud verdict against the Trump Organization. It all comes out of Biden. It's a witch hunt against his political opponent, the likes of which our country has never seen before. Trump says he will appeal. The focus of Friday's ruling was on how much Trump and other defendants would be ordered to pay after it was found last September they had lied about the organization's net worth. In addition to the payment, the former president is barred from serving as an officer or director of any corporation in New York State for 3 years. New York Attorney General Letitia James filed the lawsuit accusing the business entity that Trump ran before taking office of fraud. She argued the organization made false financial statements for about 10 years to get favorable loan terms from lenders. Trump's side has consistently denied the allegations. Trump is facing more trials regarding 4 criminal cases in which he has been indicted while also campaigning for the presidential election in November. He is the front runner in the Republican Party nomination race. さあ、いかがだったでしょうか。字幕なしで NHK ワールドニュース聞いてみました。見てみましたけれども、しっかりと2番目で学習した単語表現、そしてニュースの内容を聞き取れましたでしょうか。さあ、次は4番目。今、英語を学習しながらインプットした情報をしっかりとですね、自分の英語で話しながらアウトプットする日本人が一番苦手と言われているスピーチ練習やっていきたいと思います。マイクロソフトのコーパイロット、生成 AI を搭載したチャットを使うとまるで人間と英会話をしているような感じで、たくさん英語を話す機会、家にいながら、どこにいながらですね、どこにいても無料でいつでも
することができますので、非常にスピーキングパートナーになってくれると思います。それでは、どのように活用して練習しているのか、今からですね、デモンストレーションしたいと思いますので、参考にしてみてください。今画面で映ったこのマイクロソフト Bing のこのコーパイロットですね。これを使うと無料でいつでも好きな時に英会話できます。2つ注意点があって、1つはですね、言語設定、英語で話しかけて英語でやり取りしますので、日本語ではなくて英語に設定しておきましょう。これが1つ目ですね。2つ目、この Use Microphone というこのマイクアイコンを押して英語で話しかけますけれども、どうしても考えながら話すと間ができてしまいます。間ができると、このチャット、話が終わったと思って、リスニングを切り上げてしまいますので、well とかですね、I'm thinking about とか、何かまだ話すんだなということがわかるようにですね、声を出しながらスピーチすると、最後まで聞き取ってくれると思います。気をつけるのもその2つだけで、あとはですね、私の場合は最新のニュースから得た情報をもとに、英語で、そのニュースを共有しながら、このコーパイロット、使ってしっかりと英語を話す練習、しています。それでは今からどのようにやっているのかデモンストレーションしますので参考にしてみてください。Let's try to speak in English out loud to improve our speaking ability in English. Let's try it. Hi Bing, how are you doing today? I'm good. I'm Japanese and I've tried to improve my speaking ability in English.As a practice method, I would like to share latest news I got this time from NHK World Japan about Mr. Trump. I would like to share it with you by speaking in English. Are you ready to hear my speech in English? Hello. I'm glad to hear that you're practicing your English speaking skills.Please go ahead and share the news about Mr. Trump, and I'll be happy to listen and provide feedback. Right, thank you very much for your reply. Let me try to do my best to share that latest news by speaking in English. If I made a mistake to speak in English, please let me know. It's gonna be a very good opportunity for me to improve my speaking ability. Thanks to your advice.So, the latest news I got about Trump is New York judge ordered him to pay more than $355 million US. The value is too huge and it is very difficult to understand what is going on. But according to this NHK World News, Trump's company has been accused of frauding.about financial statement in the past 10 years. And there's somebody from New York State indicted Mr. Trump and his company. And this time, New York judge ordered Trump's company to pay that amount. Of course, everybody knows that Mr. Trump is our most possible candidate from Republicans.for next U.S. presidential elections campaigns. Not only this one, but also according to this news, Mr. Trump has facing 4 criminal charges against his past behavior. So this is, how can I say, very complicated and difficult to understand situations because Mr. Trump might become next U.S. president under these circumstances. Thank you for sharing the news about Mr. Trump. Your English is quite good, and I appreciate your effort to practice and improve. Let me provide some feedback on your speech. Pronunciation. Overall, your pronunciation is clear and easy to understand. Great job. Grammar and vocabulary. You used appropriate vocabulary and sentence structures. Consider using fraudulent instead of frauding when describing the accusations against Trump's company. Instead of there's somebody, you can say someone or an individual. Use has been indicted instead of are indicted. Instead of Mr. Trump has facing, it should be Mr. Trump is facing.
The phrase might become can be simplified to might become. Content: you effectively summarize the news about the legal situation involving Trump's company and the criminal charges he is facing. It is indeed a complex situation. Keep practicing, and you'll continue to improve. If you have any more news to share or need further assistance, feel free to ask. Thank you very much for your feedback and comment and your advice about my spoken English. I appreciate it. Mr. Trump said this is just a witch hunt made by his political opponent, Mr. Biden. So, if we face this kind of complicated news, we sometimes don't know what is the truth. Mr. Trump said it is a witch hunt, but others said no. So this is very complicated, and I know that in United States, the country is polarized, whether they support Mr. Trump or not support for Mr. Trump. They in favor of Republicans or they in favor of Democrat. So I'm not sure what will happen around the time near to US presidential elections and before and after US presidential elections. But I'm sure that America is now polarized between Democrat or Republicans. And sometimes it creates violence. So I think it is a very dangerous situation right now in America. Thank you for sharing your thoughts on the complex situation surrounding Mr. Trump. You've raised some important points, and I appreciate your effort to express them in English. Let me provide some feedback. Okay. Clarity and fluency. Your sentences are clear and well-structured. Consider using hand instead of handmade in the context of a witch hunt. Instead of witch hand, it should be witch hunt. The phrase others said no can be rephrased as others disagree. Use whether instead of whether they in the context of political support. Instead of around the time near to, you can simply say around. The phrase before and after US presidential elections is redundant. You can omit before and after. Consider using between Democrats and Republicans instead of between Democrat or Republicans. Instead of it creates violence, use it can lead to violence. The phrase right now can be omitted for conciseness. Content and analysis. You've highlighted the polarization in American politics, which is indeed a significant concern. The impact of this polarization on the upcoming presidential elections is crucial to consider. It's true that differing perspectives can sometimes lead to tension and conflict. Remember that discussing politics can be sensitive, especially in a polarized environment. It's essential to engage in respectful dialogue and seek common ground. Keep practicing, and your English will continue to improve. Thank you very much for your comment. You are exactly right. Only way to improve something, for example, improving English skills, is just keep practicing. I think that is all we need to do. And this kind of discussions with Copilot equipped with AI, artificial intelligence, is quite interesting for me because I feel like I am having a conversation with human beings. So it is very interesting. And another very good point, conversation with Copilot developed by Microsoft is free of charge wherever we want to do and wherever we are, we can do practice. So it's an excellent English learning tool, I feel, if I utilize this Copilot chat. Thank you for your thoughtful response. I'm glad you find our conversations interesting and valuable for practicing English. Right. Indeed, consistent practice is essential for improvement. As you continue using this chat, feel free to explore various topics, ask questions, and engage in conversations.
Whether it's language practice, discussing current events, or simply having a friendly chat, I'm here to assist. Keep up the great work and happy learning! さあ、こんな感じで、スピーチ練習ですね。マイクロソフトのコーパイロットを使って、デモンストレーションしてみましたけれども、本当にこのコーパイロットを使うとですね、まるで人間と、英会話をしているような感じで、たくさん英語を話す機会を増やしていけると思います。日本に住んでいるとですね、日常生活で英語を話す機会、英語を使う機会、ほとんどない、ほぼないと思います。使わない英語、話さない英語、そのままでは絶対に、上達はしませんので、日本に住みながらいかに英語を話す機会を増やしていくのかということを考えたときに、このマイクロソフトのコーパイロット、非常にいい英語スピーチ練習パートナーになってくれると思いますので、皆さんもいいなと思ったらぜひですね、挑戦してみてください。さあ、いかがだったでしょうか？今回の NHK ワールドニュース使いながらの英語力、情報力アップですけれども、共和党のですね、大統領最有力候補のトランプ氏ですけども、今回ニューヨークの裁判所からですね、日本円で500円以上の支払い命令が下ったということでした。トランプ大統領、政治家でもあり、会社を多数所有していますけれども、有利にお金を借りれるようにですね、財務諸表を過去10年にわたって改ざんをしていたということで、訴えられて、その判決が出たということですね。ただ、トランプ大統領、そして、被告の方はですね、控訴をするということで争っていくということでした。今回の動画から皆さんはどんな新しい単語表現と出会い、どんな情報を得て情報力アップ、英語力アップしましたでしょうか？研究家事チャンネル、引き続き英語力アップ、そして情報力アップにつながる動画どんどん上げていきますので、いいなと思ったら迷わずチャンネル登録、そして高評価ボタンのクリックもよろしくお願いいたします。一緒に英語力と情報力どんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video till the end. I hope you will check my next video as well after subscribing my channel, aka Q 家事チャンネル。Have a good day. Goodbye.